エルメスのバーキン、はいはいはい。黒子側のやつよこせっていうんで、黒子側のやつを送ってきました。獣女子はなんかちょっとイメージしやすいところありますね。なんかいいんじゃない？僕らの願望が出てしまいましたか。日本版だけで数もなんか1000枚限定とか100枚限定とか、1個100万ぐらいでなのかったと。僕は女の子のラスボスは女はどうかなと思ったんですよ。ああ、なるほど。まず最初に悪いニュースは、下村陽子さんが、連絡来ましてですね、仕事が立て込んでるんですよ。だからなかなか出れなくてすいませんと、参加できなくてすいません。どれぐらい立て込んでんのと、年内ですと、下村が言うには、岡本さんからカバン一つ送ってくれたら、私開けますよと言われたので送ってきました。エルメスのバーキン、黒子側のやつよこせっていうんで、黒子側のやつを送ってきました。本人も冗談で言ったと思うんだけど、もう送りつけられたらもうこれね、しゃあないんで、もうしゃあないですね。今日の7時から9時の間に届くようになってる。そろそろ届くと。そんなこともあって、曲の方はできるだけ早いタイミングでどんな曲がとか指示出しはせない関係なんですよ。そのためにはステージとか、キャラクターのイメージとか決めてあげると多分下村が困る。できるだけ早いタイミングでそのざっくりしたものだけでも伝えなあかんなと。あとはその各人のそのイメージの BGM はもちろんあると思うんだけど、それ以外に何がいりますよみたいなのもこうピックアップして、一応ストリートファイター2に準拠するって書いてきます。そうですね。曲の数とか長さとか全部で、今日はその話も一応しようと思ってるのと、できれば、もうキャラに触れたいなと。キャラのデザインとか、これ大体正方形ですとか、正方形なキャラクターですよみたいな、この人は長四角ですとか、国はどうしますかとか、技とかは後々の話だとまだ思ってるので、ざっくりこんなのがいた方がいいですねみたいな話をしようかなと。全然決まってないですけど、一応船水さんの案みたいなものは見せてもらいました。この間女の子が何人だよねみたいな話はしたじゃないですか。でそれを8人とボス4人、4人に当てはめると女の子の枠が勝手に決まっていくなっていうそれはすぐ決めれんじゃないのかなと思います。例えば竜と剣だったら剣のところは女の子っぽいなとかで、チュンリー枠は女の子だろうなとか、獣人とかは実はこれ女の子の方がいいんじゃねとか。獣女子はなんかちょっとイメージしやすいとこありますね。なんかいいんじゃない？僕らの願望が出てしまいましたか。ちょっと性癖ですね。性癖が出てます。性癖が出ました。これ何がダメっつって、この4人全員独身ってことですね。ゲームあんまり作ったらあかんな。じゃあちょっと西谷君から留意したいことっていうのをちょっと読み上げてもらって。まず前提として、お客さんって今格闘ゲームってもう北米がもう8割7割だと思ってください。北米の人たちはもうロールバック方式の通信じゃないと遊ばないって言ってるんですね。一応有名な方式で GGPO システムっていうのがあるんですね。でこれを最初からも使う前提でやるっていうのはありだと私は思ってます。質問。はい。そのなんとか方式、もうすでに覚えてないけど、そのなんとか方式は売ってるもんなんですか？でその GGPO ミドルウェアみたいな、エンジンみたいな。はい、それはただなのか有料なのかまではちょっと調べてないです。できれば調べてもらって、はい、でこれを採用する場合ロールバックって言って巻き戻し方式になるんで、最初からそれに準じたスクリーンにしないとダメです。開発を始める前からそれを使うんだっていうことで、そのミドルウェアをもらって、でそれを見ながらプログラムを組んでいかないとダメだったんですね。そうです、そうです。それに対応。あとはあれですね、すごい個別のゲームごとのなるべくラグを感じさせないような仕組みにしていくってことですね。ちょっと例で書きましたけど、実はうちのゲームでやってるんですけど、食らっても2フレ以内ならレバー後ろに入ったらガードしたことにしちゃうとか。じゃんけん。そうです、そうです。嘘ついて。じゃんけんが2フレまで OK。2フレっていうのは体感値として許されるギリギリまで広げてるのが2フレまで。そうです。分かった。でも 2フレに関しては、本当は1フレとか0フレが本当は正しくて、もちろんできるだけそうしたいんだけど、そうするとロールバックの回数が増える。だから2フレまでは
大丈夫という体でやりたい。今のところ2フレが西谷君のところだと、まあ、許される未来だと見ていると。なんかの方法で3フレ4フレするとロールバックの数は減る。今のままだとなんか見た目がおかしい。なんかアイデア出して埋めれるなら埋めていいんじゃないか。見た目だけなんだね。そうです。見た目だけの問題。ゲームプレイしてる感触としては別に問題はない。まあ、ないレベルですね。感じないレベル。2フレが。はい。3フレは感じる。感じますね。感じる。格ゲーやってる身としては、はい、だいぶ3フレって遅いなって感じします。すでにやってる、なんか僕らはフレームバッファーって言い方してるんですけど、要はなんですか、バッファーを持たして、その中でしか入力を持たせない方式、まあ、これ割ともう旧タイプのやり方なんですけど、それともちろん組み合わせることも前提になるんで、そのフレームバッファーを例えば5フレにするのか3フレにするのかとかもありますし、まあ、最近のゲームってそのフレームバッファーもリアルタイムに計測してるんですね。ピンの値を見て最適なフレームバッファーを出すようにしてるんですね。だその辺も全部組み合わせてできるだけ嫌じゃないようにするっていうのが出る。で GGPO 自体のシステムっていうのはまあ、GGPO も2フレ以内だったらOK っていうふうにしてるんですけど、じゃあ2フレの間もし通信が来なかった場合ってどうするシステムなのかっていうと、その最後に通信のパケットが来ないってなった瞬間からそのレバーなりボタンなりの入力がそのまま2フレ間継続しているっていう前提で動かしてるんですよ。もう一回言って。分かんなかったぞ、今。今、相手のパケットがもう来ないってなりますよね。で来ないってなっても、次のフレーム、まあ、2フレまで動かすんですよ。で、じゃあどう動かすのって話なんですけど、その 2フレ前の入力を維持するんですね。前レバーとか。そうです。ニュートラルだったら N が2フレ維持しますし、ガードならガードが2フレ維持します。なるほど、なるほど、なるほど。で、動かして、で2フレ後にたまたま通信のパケットが来たってなってゲームが問題なければそのまま動きます。だけど自分が知ってることありますよね。その場合は2フレカーンと戻ります。なるほど、違ってたわっつって、はい、予想が外れたわって、はい、まさにそうです。予想で動かしてるだけです。まあ変な言い方すると2フレ間なんだろう CPU と戦う可能性があるみたいなそんな印象ですね。はい、じゃあうちの方でどういうふうに使用できるのか、それを業務用に使用したらお金がどれぐらいいるのか、そうですそうです。それが買い取りなのか、もしくはその割合一定の割合でお金払っていくのかみたいなところですよね。で次いっていいですか。はい、お願いします。はい、でですね、これも前ちょっと言ったんですけども、対戦ゲームなんで、もちろん対戦ちゃんと作るのは当たり前なんですけど、本当に対戦している人って、もう半分以下、一人で楽しめるものっていうのを充実しないといけないなっていうのが、これもう大前提です。で、前ちょっとストーリーモードみたいのいいよねっていう話は しました。で、実際そういうのを求めてるユーザーも結構います。だけど、やっぱり物量がすごいとんでもないことになるのと、個人的にはストーリーモードってあんまり好きじゃないんですよ。コスパが悪いよね。そうなんです、そうなんです。一人で遊べるモードっていうのは、なるべく入れていかないといけないなと思います。まあ、その辺もちょっと船見さんと話はして、船見さんはやる気満々みたいですね。昨日、その企画ができたんで、一応、ポンちゃんには一旦見せました。見ました。で、それ、岡本さんの方にも提出しますね。ありがとうございます。はい、じゃあ次いきますね。e スポーツを無視できないっていうタイトルになってるんですけども、これ別に e スポーツそのものはそんなに意識しなくていいと思うんですけど、要はユーザーが乗って広めてくれないといけないというのは一つ。もう一つ、やっぱり見てある程度全く知らない人でも何が起こってるか、勝った負けたかっこいいと思えるのがないとダメなんですよ。要は仕込み力を強めるためにはその要素がないとダメなんですね。なんで通信システムも単に1対1で通信するっていうだけだと第三者が配信できないじゃないですか。なるほどなるほどなるほど。なんでうちだとスペクテーターモードとかいう言い方してるんですけど、要は感染者が1人いて、その1人から2人がぶら下がって、この2人を1人が監視できるようなシステムを作ってるんですね。これちなみに後からバッチリ入れたんですけど、これがないと配信してくれないから、配信で大会してくれないんですよ。なるほど。もしあれですね、独自サーバーがあるんだったら、今後あるかどうかわかんないですけど、クロスプラットフォームもやりやすいですね。元に戻りますけど、やっぱり見てかっこいいとか、すごいっていうのがないと、その配信も映えないので、一般の人は、逆転したってことになるわけですよ。かっけーっつって。そうです、そうです。あとあれですね、面白いのが、スローモーションモードっていうのがあって、あれですよ、従来のゲームって、死んでから、
巻き戻ってスロー再生とかするじゃないですか。うん。で、鉄拳ってリアルタイムにスローになるんですよ。死にそうになるときに。なりますね。最後の一発決まるかも、バキーンってこう死んだりする、リアルタイムとか、結構やっぱり見て、何が決まったとか分かりやすいようになってるんだよね、一応。この辺の特許があるかどうかも調べれる。それも特許の可能性もあるよね。実用シーンやんかもしれないですね。うん。この辺がすごくやっぱ重要かなと思います。で、以下はそこまで気にしなくてもいいかなっていうところなんで、ちょっとさらっといきますけど、パブリッシュ作業ですね。で、これはちょっと調べた感じ、ダウンロード版のパブリッシュならば、特にそんなに大きな問題なさそうです。レーティングも、今ってレーティング機構って、ダウンロードならばって前提ですけど、世界で統一で取れるレーティングがあるんですよ。で、一応、パブリッシュ担当は、ダウンロード版なら、そんな大したことないですけど、開発じゃない人が担当した方がいいのかなと私は思ってます。はい。で、一応今まではダウンロード版の話なんですけども、もしロムで出す場合は、とんでもなく敷居が上がるんで、ロム版も出します。いや、ちょっとだけ、限定で。一番それ最後に。1個100万ぐらいでなのかな。やっぱりロム版欲しがる人っていまだに多いんですよね。100万は半分冗談だけど、一番安くても10万円です。正直20万から50万ぐらいの間に行きたいなと思ってて、その中にはいろんなものが同梱されてるんですよ。なるほど、なるほど。ロムは日本でだけしか読まない。日本版だけで、数も1000枚限定とか100枚限定とか。じゃあ次いきますね。法律の問題です。これも調べるしかないんですけど、API 取るのかどうかは分かりませんけども、例えば KPI もまず個人に紐づくようなデータを取っちゃいけないとか、紐づかないデータでもいいの悪いのとか、あと、ハンドルネームあるじゃないですか。僕だったら多分ニンニンとかいうふうにすると思うんですけど、ニンニンが例えばランキングとかに載ると、ニンニン載ってるって分かるじゃないですか。なんで、例えばそれもヨーロッパの方だとダメとかあるんですよね。ダメじゃないらしいんですけど、ダメになりうる。だから例えばそういうのがあるんだったら、最初にもうゲーム始めるときに聞いて、これはランキングに載る可能性がありますけど、いいですかって言って、ノーってやったらもうランキング載らないようにするとか。そうだね。なるほど、なるほど。とか、一番まずいのが、アカウントネームをそのまま出しちゃうことですね。普通のゲームって、アカウントの名前を出すことが多いんですよ。これを例えば、その場で別の名前に書き換えるっていう場合で、そういうことを多分しなきゃ、怒られることは実際にならないですけど、予防策としては貼っといた方がいいかなと思います。わかりました。で、あとはあれですね、マネタイズですね。マネタイズはちょっと今のところノープランだったんで、ちょっと何も考えてないですけど。はい。じゃあ次の会議までにこんなんどうですかってことを考えて話さないと。このマネタイズの話は、だからさっきの一人で楽しむ要素のところに、いろいろ比較が上がってるんで、どれをマネタイズに組み込むかどうかっていうのを決めていけばいいのかなとか。そのマネタイズっていうのは、船水一番最初に売る時の売り値じゃなくって、それ以外のプラスアルファでどんだけお前らが買いたいんだみたいな、例えば服買いたいのかとか、どういうアバターが必要になってくるのかとか、技カードもお金をかけさせるのか、まるでさせないのかとか。僕、売り値を100円ぐらいのつもりでいました。で、ほぼほぼアバターがしょぼいんです。中国とか韓国の、PC 版でよく遊ばれてたゲームって、ずっとただなんだけど、裸で白いパンツ一丁履いてて、昔。課金してないんだね、君って言われると、相手にしてもらえない感じの世界観があったじゃない。ありましたね。100円でどうぞ遊んでください、ゲーム差変わりませんよなんだけど、やたらとしょぼい。だからもう本当にディスク代ぐらいのイメージでダウンロードするのに、100円から200円ぐらいで、198円ぐらい。みんなダウンロードしてみるかみたいな。世界で一番ダウンロードされている格闘技ゲームはハロー2ですみたいな。198円で攻めたいよね、198円で。で、あれですね、最後になりますけど、もう話出ましたけど、やっぱりディスク版、板を欲しがる人ってすごい多いんで、あった方がいいだろうなと。で、さっきも言ったように全世界でやると、もうとんでもないことになるんで、日本だけなら全然ありだと思います。はい、以上ですね。そんなんで、皆さんも頑張ってくれてるので、ちょこちょこ進んでますが、キャラどんな感じでした、船水君、今、イメージしているのは。いや、要は手が伸びるに相当するもの、マフラーが伸びるとかいましたもんね、そういうの。包帯が伸びるとか、
まあ、そういうのでいいのかなとか。まあ、要するに伸びる系。で、まあ、獣人はどんだけかわいいというか。野生児っぽい可愛い子。あと、まあ、ボスは一人が、まあ、いかついボクサーで、固めの格闘家だとしたら、女の子の枠は忍者の枠しかないんじゃないのとか。僕は女の子はラスボスは女はどうかなと思ったんですよ。ああ、なるほど。まあ、それはゴリラみたいな。あと、あの後、船見さんと話した後、ちょっと思ったんですけど、忍者女性枠どうかって話あったじゃないですか。割と忍者、あれなんですよ、女性にめちゃめちゃ人気なんですよね。ああ、なるほど。なんで、下手に女の子にしてしまうと、怒る人出てくるんじゃないかなと思ったんですよね。中性っぽくしたらどうかなと思いました。それはいいんじゃないですか。まあ、男とも女とも公式では言わずに、なんか中性っぽい、どっちとも取れるような綺麗な人みたいな。まあ、そういうのもいいと思います。そういうの。はい。そこまで決まったらちょっとしたラフとかペッとかけたりするもんか。ある程度の設定があれば私の方で自由に書いていいんでしたらパってなんかアイデア出しとか全然なんだろう、企画からアイデアが出るまとまる時も固まる時もあれば絵から固まる時もあるのよ。いやこんな絵あるんやったらそっちするわみたいな。じゃあデザインの方はちょっとそうやってもらってで、曲の方は、一つに準ずるって言って船見さんがある程度なんかテキストをまとめてるって感じじゃなくてアイディアレベルのもんですけど、作って風間さんに渡しましょうか。ぜひ、はい、スラックかなんかで投げていただければ。はい。私ちょっと船見さんのやつちょっと見にくかったんで私整形したんですよ。見やすくしたんですよ。いやこれやりやすいなこのメンバー。昔全部手書きやったもんな。昔はそうです。人に見せるようじゃなかったから。たまにスト2のなんとか展みたいなのあるじゃないですか。そこに私の手書きのなんか企画書とかありますよ見たら。じゃあカップが捨ててないんだ。なんですよ。僕は捨てたとてっきり思ってたんですけど、誰が発掘したのか知りませんけど、すごい。あります。確かに。でも俺のは全部ファイルしてたね。いや懐かしい話でそれてしまいました。じゃあすみません時間たくさん取らせてもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。引きまた続きよろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様です。